ここ最近、ヘビなイヤホンばっかりレビューしてて、そろそろ情報型で脳が解けそうなんだわ。というわけで、やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。なおヘビなイヤホンはまだまだ山積みの模様。だが、どんな登山も一歩一歩登りゃいつかてっぺんに届くのだ。途中で遭難しそうなんですけどね。そんなわけで、今回紹介するのは、初めて紹介するブランド、アファルの気合の入った第1作目、5ドライバのハイブリッド型イヤホン、パフォーマー5パフォーマー5だ。5ドライバ、最近ではよく見かけるドライバ数だと思う。ラインナップのフラグシップもこなせるし、よりマルチドライバなブランドだと、中堅くらいに位置するモデルも多いよな。最近だと、星5評価をつけた、ヤニンカノンが、同じ5ドライバイヤホンとして記憶に新しい。また、低価格モデルでも、TRN-ST5 や KZZS10 Pro X などが最近登場していて、なんか最近地味に分厚い層があったりするジャンルだ。パフォーマー5は、その中でも最もオーソドックスなモデルにして、オーソドックスを突き詰めたような、上級モデル、美しくて複雑なフェイスプレート、堅調さを最重要視して作られたチューニング、多くのブランドがスタンダードな商品を出す中、それらを一番丁寧にやってのけます、と宣言してる製品でもあるな。本体は、3D プリンタ製のレジンシェル、うっすらと内部が見える、かなり濃いスモークの本体部分に、鮮やかで美しいフェイスプレートが組み合わされている。特に、フェイスプレートはこの手の樹脂シェルのものの中でも美しい。個人的に今までで一番好きなフェイスプレートは、COB はナウなんだけど、それと同じくらい、見て楽しむ喜びがあるな。本体の遮音性もかなり高い、外部の音がかなり通りにくくなる印象で、全体がレジンで充填されたイヤホンのような、密閉感を感じることができるぞ。ただ、実際には完全に密封されているにしては、重量が軽い。パフォーマー5は、音導管の長さに特徴があり、特に低音が重要なダイナミックドライバの音導管は、できる限り遠回りして作られているようだ。これらのせいか、レジンの層が厚めなのかも。この長い音導管は、チューニングの一部で、結構特殊な構造をしている。というのも、ダイナミックドライバ部分から出てる管が3つ。しかも、そのうち1つは途中で分岐している。このイヤホンの空気抜き穴は、この複雑な構造を経て、イヤホン前方に開いたピンホールだけ。なので、完全に密閉されているイヤホンほど粘着質でなく、それでいて密閉感の高い音色だ。付属のケーブルは質感がいいけど、ちょっと高音側は柔らかめ、よりソリッドな音色のケーブルに変えてやっても、まだバランスは良い範疇に落ち着く。付属品はイヤピが3サイズにセット。それから、金属製のドラ焼きみたいなタイプのケースがついてくる。このケースは TRN なども採用している、共通寸法のもので、同じ規格のものが多いので、集めてる人には便利なものだ。さて、先ほど言及した長い音導管は、それぞれ明確に糸を持って分割されていて、最短で配置された、高音域用の BA、そして、2つの音導管がノズルに繋がっているダイナミックドライバー。この2つの音導管はそれぞれ長さが調整されていて、細いミッドベース用の音導管とベース用の音導管はそれぞれ明らかな糸を持って、低音になるほど長く取られている。パフォーマー5は、あまり空間が広いイヤホンではなく、むしろ感じ方としてはかなり近いんだけど、それぞれの音色が整理されているのは、この音導管とチューニングによるものと言えそうだ。ちなみに、開発段階の画像では、まるでミッドベース用の音導管が動物の腸みたいな形になっているものがあった。色々理由があって変わったんだろうけど、そっちのモデルも聞いてみたかったな。それから、パフォーマー5型のオーソドックスな音色を出す5ドライバと違う、と歌うポイントは、ネットワーク回路が違うよ、という店と、ダンパーを2つ備えた、謎の空間が存在すること。ここも遮音性の理由になってそうなこの構造の名前は、3D エアプレッシャーバランスシステム。本機のベースが、強烈かつのっぺりしていないのは、ここの調整が大きい。らしい。出されたものを低音、低音、と聞くだけの消費者なので、これの効能を詳しく解説できないんだけど、確かに、パフォーマー5は、程よい低音圧を持ってる。これらの構造が作用してるんだろう、というのは想像がつくな。それから、ネットワーク回路についてもこだわっているらしく、こちらにも 3D の単語が使われている。簡単に言うと、めっちゃこだわった内部構造で歪みをなくしたよ。でもって回路もこだわって回路をなくしたよ。ということ。これらの試行錯誤の結果、パフォーマー5は、本当に歪みの少ない、ベーシックな5ドライバハイブリッドを突き詰めた1台になっている。で、じゃあただの面白くない1台になってるのかな？というと全くそんなことはなく、ハイブリッドらしいキレとか思い切りの良さはちゃんとあるので、バランスよく、それでいて聞かせるところは的確に聞ける1台になっている、というところだ。
標準ケーブルでは、より高音が程良さを重視したものになるけれど、個人的には明瞭さがあった方がより気持ちよかったので、ちょっといいケーブルに変えたり戻したりすると長く付き合えそうだ。ただし、パーフォーマー5には唯一不満点があって、それは、このイヤホンのリケーブル端子、レジンシェルと一体化した、非埋め込み式の2ピン端子なんだけど、これが最初、折れるんじゃないかってくらい硬かった。これはこの個体の問題なのかもしれないけど、標準ケーブルの左側は外す時にゴム手が必要なくらい硬かったので、ここは製品版では改善されていることを望むぞ。2回目の装着では問題なく脱着できたので、どうも内部にレジンのカスか何かが入ってたっぽいんだよな。細かいところなので、製品管理で気づけないのも仕方ないかも。というわけで、これらの周到な用意を施して、オーソドックスなハイブリッドを追求した、パーフォーマー5、その音色は、そりゃもうオーソドックスよ。人によって感じ方に差がありそうだけど、完全なニュートラルか、若干の暖色感、突出する部分はなくて、空間は狭めだけど、しっかりと位置を確認できる。サブベースや超高音もちゃんと出ている。けど、あんまり突出してこないな。全ジャンルに対応できる、長く聴けるイヤホンだ。装着感も良好。サイズは大きめなものの、しっかりと耳の形に合わせてシェイプされた内側のおかげで、長時間使っていても違和感が発生することはなかった。このイヤホンを最初に聞いて、音が弱々しい、と感じた時は音量を上げる必要がある。音量を上げると人間は音質が改善した、と思うことがあるので、本来、当チャンネルではいつも口を酸っぱくして音量を下げろ、といつもはめいてるわけなんだけど、パーフォーマー5は、この手のハイブリッドイヤホンとして、かなり音量を取りづらい。インピーダンスは35オームとかなり高め。なので、ノイズが乗りやすい機種と合わせたり、ハイパワーなアンプに合わせてあげるのがいいだろう。ある程度ちゃんとした機器じゃないと伸び伸びなってくれないぞ。また、パーフォーマー5の利点として、一部の音域が突出していないので、適度に音量を上げやすい、というところもある。なので、普段より気持ち大きめよりも一歩ボリュームを上げよう。それでも、うるさい感じはしないので、逆に音量を抑えるのに苦労しちゃいそうだ。ただ、細部の明瞭さとか、臨場感とかにある程度音量が必要な印象だな。となると、他の音がノイズとなる街中に向かないんじゃと思うかもしれないが、そこで最初の遮音性の高さが生きてくる。しっかりしたバランスの音を、邪魔されずに聞きたい時に、デスクトップでも、街中でもよく使える機種、というわけだ。ただし、遮音性が高めなので、外出中の使用は、周囲の安全を確認してから、歩行中はもってのほかだ。音色を分解してみよう。パーフォーマー5は、緩やかな暖色傾向を持っているものの、それは各音色がくっついてしまったような音になっている、というわけではなく、楽器そのものの書き分けはちゃんとできている、というバランスの上に成り立っている。高音域は標準ケーブルでは、特に主張が少ないものの、このせいで高音域の抜けが悪くなったり、密閉度が高いゆえに響き方に違和感があったりしない。きちんと自然な程度に高音は響き、金属楽器はしっかりある程度の硬質さを持ってなる。中華系の攻撃的な高音に慣れていると、それでもだいぶ優しく感じるけどな。ただ、ここはケーブルとの相性もあって、ある程度の単結晶銀メッキ線なんかにつなげると、しっかりハキハキとした高音にすることもできるぞ。ギターなどの音も輪郭が強調されず、すんなり入ってくる。もちろん、これは潰れている、というわけではなく、しっかり音色の重なる部分も切り分けて聞くことができるし、ボーカルとのバランスも良好だ。ボーカルは刺激的になりすぎず、少し温かみのある音色、ミッドベース用の音同感のおかげだろうか。ここら辺にはリケーブルしても温かみがあるな。何度も言うけど、音の切り分けはよくできている。それでいて温かみがあって厚みもあるボーカルだ。そして低音域、パーフォーマー5はフラット感のあるイヤホンではあるんだけど、サブベースは弾力があって、それでいてあんまり残らない、凝った設計の内部構造のおかげだろうか。この手の密閉度の高い樹脂製のシェルだと、低音がシェル全体に伝わって、なんだかシェル自体が震えてるような、変な反響感を感じることがあるんだけど、パーフォーマー5の低音は、暖かく、膨らんでるんだけど、後に残らない印象を受けた。温かみがあるけど、残響感の少ない低音は、同じく、暖色傾向のある他の音域と組み合わせた時に、全体に適度な柔らかさと、見通しの良さを両立する。変にどこかが尖ることなく、それでいてどの音もしっかりほどほどに主張する。オーソドックスでニュートラルな5ドライバーハイブリッドを、丁寧にもう一回やり直した1台。それがパーフォーマー5だ。派手なイヤホンを聞き疲れた人、淡白すぎるイヤホンに辟易してる人、ちょうどいい落とし所になるんじゃないかな。音色的に近いのは、DRN のベリリウムダイナミックドライバ採用5ドライバー、DRN-ST5。ただ、あちらは金属シェルでより音がくっきり分かれるし、ベリリウムメッキダイナミックドライバの癖が出てるので、パーフォーマー5ほどニュートラルに徹してない。あっちはあっちで面白いが、
平常を突き詰めたこちらも楽しめるんじゃないかな。というわけで、パフォーマーを、検討に値する一台だと思う。ニュートラルなイヤホンかつ、美しいイヤホンを探してるそこのあなたにおすすめだな。と、こんなところだな。引き込める系のイヤホン、音量調整に可能性を感じられるイヤホン、そんな仕上がりだった。ハイブリッドなんだけど、堅実な一ダイナミックドライバーとかと同じような楽しみ方ができる一台だと思う。派手なイヤホンの中で、堅実に光り続ける一台。いかがかなといったところで今回はここまで。